YKK です。こんにちは。今成田空港国際ターミナルにいます。今から少し遅めの夏休みに出発します。今回は1ヶ月ヨーロッパです。はい、ということで今からドイツのフランクフルトに向かうんですが、今回の旅路バンコク経由で合計20時間です。20時間か、しんどいな。いや、私本当に飛行機移動苦手で3時間以上座ってるのがきついです。で、今までもたくさん機内グッズを紹介してきたんですけど、久しぶりに20時間というロングフライトなので、私のトラベルエッセンシャルズを紹介したいと思います。まず出発する前にね、私が必ずやらなきゃいけないのは eSIM の準備ですね。もう昔はね、SIM カードを現地の空港で買ってこう差し替えてたんですけど、eSIM が便利すぎてもう最近は eSIM しか使いません。で eSIM はですね、私が使っているのはオラフライというアプリです。で、今回はヨーロッパだいたい、ドイツアムスはクルーズで行くので確定なんですけど、その後、ロンドン経由してバルカン半島を巡ろうかなと思ってるんですね。なので一旦それぞれの国の eSIM を買うこともできるんですけど、オラフライにヨーロッパ広域をカバーしている SIM があったので、そちらをねまずはね20日間分ぐらい買おうかなと思います。でそれでカバーしてない国は個々に別で買っていくっていう感じですね。テザリング機能もついていて、通信速度 4G、4G、5G いいですね。でデータ通信エリアはここに書いてある通りなんですけど、この中で言うと行くのが確定しているのがブルガリア、クロアチア、ドイツ、オランダ、イギリス、ルーマニア、結構含まれてますね。これがあればとりあえずヨーロッパどこに行っても通信使えそうなので、一旦これ買っとこう。でカバーしてない国ももちろんあります。この中に書いてない国で私が行こうとしているのは、例えばモンテネグロとかはこの中に含まれてないので別途買う必要があるんですけど、一旦これ買っておきましょうか。20日分で1900円ですね。1日あたり400円弱って感じですかね。購入したらメールで QR コードが届きます。これを長押しすると eSIM 追加っていうのが出てくるんですよ。それだけ。あとは手順に沿って eSIM をアクティベートしていくだけです。だからね、本当に楽。もう前までは空港で SIM カードを買って差し替えてた時は自分の SIM カードをなくさないように気を張るし、でかつね SIM カードを差し替えすぎてここの接続が緩くなっちゃって SIM カードエラーがよく出てたんだよね。そういうこともなくなるので eSIM は本当に便利ですね。で1日単位でも買えるし、即時で QR コード発行されるのでめちゃめちゃ便利ですね。eSIM 本当に便利。一応YKK のクーポンコードあるので興味ある人は使ってください。この回線はオフにしといて、現地に到着したらこの回線をオンにするだけです。すごい簡単。これだけ。現地で着いた時の設定はまたその時に説明したいと思います。ということで20時間のフライトに向けて私が持ってきたトラベルグッズをね紹介しようと思います。昔から使ってるグッズが多いので、もうリピートで紹介する形になるんですけど、知ってる方も多いかなと思うんですけど、今回ちょっと新しいアイテムも新調してるので、合わせて見てもらえればなと思います。もう紹介したことあるやつからいこうか。フライパルですね。はい、私のロングフライトのエッセンシャルフライパルです。これは膨らます式のフットレストです。過去動画で使い方とか紹介しているのでちょっと引用しておきますが、これのフライパルのいいところは2つのパーツに分かれていて、大と小、それを組み合わせて使うことができます。だからロングフライトだとどっちも使うことが多いんですけど、5時間7時間ぐらいだったら小さい方だけ膨らましたりとかで使い分けてます。で今回は20時間なので両方大と小どっちも持ってきました。これをね使おうかなと思ってます。注意事項としては航空法で通路側は使えないことが多いです。で航空会社によっては禁止しているエアラインもあるそうです。で基本真ん中の席だったり、窓側の席、人の通行をブロックしないようなエリアであれば OK なのと、あと就寝時間、機内の照明が降りてみんなが就寝時間になったら、その通路側席以外であれば、許されるケースが多いそうです。そこはねちょっとちゃんと確認しておきましょう。
私も知らずに通路側で使ってしまって注意されたことがあります。その時はもうおとなしく畳みました。それで学びました。じゃあちょっと紹介したものは随時カバンに入れていこうか。今回の私の旅のリュックはこちら、モンベルです。今回はね、メインイベントがアルバニアのハイキングなので、ハイキングに行けるように、モンベルのリュックを持ってきました。まずこちらちょっと大きいものから入れていきたいんですけど、パソコンです。パソコンが普通なんですけど、ここで紹介しておきたいのはこれですかね。やっぱりフライトペンギン、はい、Amazon で販売予定です。フライトペンギンは、万能のスマホスタンドとなっておりまして、特筆すべきは形が自在に変えられるので、機内トレイに挟んで使うことができると。スマホを手で持つ必要ないし、目線の高さでスマホで動画を閲覧することができるので、首が疲れないという利点があります。こちらぜひ。これを多分機内でパソコン作業するので、パソコンバッグにフライトペンギンを入れます。次にウルトラライトダウンですね。これももう今までのパッキング動画で搭乗率 100% なんですが、夏でも持ち歩きます。これは機内はね必ず寒くなるので、ウルトラライトダウンマストで持っていきます。フライパルですね。結構ねコンパクトになるからいいよね。そして今回は100均でスリッパを買ってきました。今回の旅ヨーロッパ1ヶ月行くんですが、荷物は最小限にしてます。なので靴は今履いてるスニーカーだけ。ただスリッパはないと不便だなということで、100均でこの折りたたみのねスリッパを買いました。機内は足がむくむのでスリッパあった方が楽かなということで持ってきてます。これ今回の面白アイテム一覧なんですけど、まずはね100均で買ったこの気圧対策の耳栓と、喉弱い人の必需品、喉濡れマスク、あとは常備薬です。頭痛薬とか喉薬とか持ってきました。結構長距離フライトになると肩こりが原因で頭痛くなるんですよね。なので私飛行機乗るときは絶対に頭痛薬持っていきます。あとその頭痛対策でいうと北海道ですね。北海道を4つぐらい持ってきました。北海道何がいいかというと、肩とかに貼っておくと肩こりの原因である血流ですね、それが改善されるので結構役立ちます。そして最後なんですけど、このボール2つです。これ何かというとマッサージボールですね。やっぱり血流なんですよ。長距離フライトの敵は血流を良くしないと体がしんどくなって肩こりがして頭が痛くなるってことをね、今まで散々経験してきたので、今回新しくこのマッサージボールを導入してみました。ただのボールなんですけど、これをね例えばお尻の下に置いたりしてちょっと動くとお尻のこりがほぐれたり、あと椅子と背中の間にこのボールを挟んでグリグリするとですね、肩甲骨あたりをマッサージするとすごく気持ちいいです。こんな感じでちょっと肩こり解消グッズを持ってきました。これはなんか美容系のインスタグラマーとかヨガのインスタグラマーとかの方が紹介してて、これ機内にも持ってったらいいなと思ったので買いました。これも100均です。1つ100円なので200円でした。これが私の肩こり解消グッズですかね、機内のだいたいもう延べ何回延べ100回以上海外旅行してきたので、だいたいスタメンが定まってきましたね。旅行グッズのたまに新しいグッズ試したりするんだけど、結局行き着くのは、今日紹介するグッズかな。はい、じゃあこれ入れます。あとはですね、はい、ヘッドホンですね。これも前々から使ってるやつなんですけど、ソニーの XM4 線ヘッドホン使ってます。これノイズキャンセリングヘッドホンであれば何でもいいんですが、ソニーが一番遮音性があるということでこれにしてみました。ちなみに私は本当に繊細さんで、物音がすると寝れないんですよ。で機内のゴーっていう音も気になって寝れないタイプなので、これだけじゃと足りないのでエアポッドつけたりとか、耳栓を中につけてその上にノイズキャンセリングヘッドホンをつけたりします。そのぐらいしないと私はちょっと物音が気になって寝れないんですね。でこのソニーヘッドホンのいいところはですね、これがついてます。機内アダプターです。スマホと接続するときは Bluetooth なんですけど、機内の映画を見たい場合はこれを差し込めばね、
このコードが付属してますので、機内のスクリーンの映画をこのヘッドホンで見ることができます。これがついてるのがこの XM4、一つ前のバージョンなんですけど、これがねいいなと思って使ってます。あとはこれらはですね、モバイルバッテリーとか AirPods とかカメラ、これインスタ360なんですけど、カメラとかです。で、基本的にリチウムイオンバッテリー、充電系のもの、チェックイン荷物に入れることができないので、全て手荷物になります。だから基本カメラ機材は全部手荷物なので、だから手荷物重いんだよね。機材バッグなんですけど、このねメッシュのバッグ、何の変哲もないでしょ。でもね、これがねいいんですよ。ワークマンにハマってまして、ワークマンのクオリティが高すぎてドハマりしてます。で、このポーチもワークマン製です。何がいいかっていうと、今機材入れにしてるんですけど、これをねあと3個ぐらい買いました。で、これこのまま洗濯できるので、下着、パンツと、靴下入れてこのまま洗うこともできるし、なんといってもね丈夫です。ワークマンはなんとチャックは YKK 使ってます。 YKK のジッパーってパーツとしては高いんですよ。ジッパーの中では格安のアイテムとかだとジッパーに YKK を使われていることはめったにないです。なぜなら原価が高いから。でもワークマンはさすが作業着メーカーですよね。縫い目もしっかりしてるし、一つ一つの素材 YKK 使ってたりとか、原価の高い材質を使って安いんです。ちなみにこのポーチは確か500円ぐらいでした。いやー、ちょっとねワークマンすごいね基本ユニクロ信者だったんですけど、最近ユニクロとワークマンを掛け合わせてやってます。次はこれ、私のおやつ箱、のど飴とクッキーと、あと私の大好きな柿ピーですね。柿ピーが入ってます。非常食、20時間なんで多分途中でお腹すくかなと思ってお菓子買ってきました。あと日本のお菓子恋しくなるかなと思って、あとこまごましてるんですけど、お手拭きと歯ブラシですね。これもやっぱり長距離フライトになると体ちょっと汗拭いたりとか歯磨きとかもしたくなるので絶対持っていきます。ユニークなアイテム仕入れたんですけど、こちらですね、ポケットがいっぱいついたベストです。これをね今回ヨーロッパ旅に持ってきてみました。これねポケットが何個15個ついていて、なんと背中にはパソコンも入ります。来たらこんな感じなんですけど、そんなダサくないよね。いけるくない？いけるくない？ダサい？いいんですよ。もうヨーロッパとかね、おしゃれよりも安全性、機能性です。で、これを導入した理由が、ヨーロッパ旅、今回多分10カ国ぐらい合計回るんですけど、ほとんど LCC を使います。で LCC で手荷物を持って機内に乗るときに7キロ以内に収めなきゃいけないんですが、多分ね7キロ超えちゃうんですよ。パソコンとか機材が本当に重たいので、重量ハックの方法として荷物をね身につければ大丈夫です。結構ゲート前で軽量テストが行われます。それで私1回リュックが7キロオーバーで追加料金取られたことがあります。結構高いんですよ。1万円ぐらい取られるので、そういう痛い目には遭いたくないので、なるべく重たいものはこういう身につけてしまう。でこれとかポケットいっぱいあるからカメラ全部入るし、後ろにはパソコンも入るので、これだけでねだいぶね5キロぐらいはね身につけちゃう。なので、着るカバンみたいなコンセプトでこれを買ってみました。本当はワークマンに売ってるんですけど、ワークマンのが生産終了かなんかで見つけられず、仕方なく Amazon で買いました。でもこれも3000円ぐらいですね、 Amazon で。ワークマンの方がもちろん作りはいいんですよね。チャック YKK 使ってたり、コーデュラの素材使ってたり、やっぱり一つ一つの細かいところが丈夫に作られてるんですけど、これは Amazon で3000円だったけど悪くないです。実際これ着てこの前福岡の取材行ってカメラとか全部これに身につけてみましたけど、悪くないですね、3000円にしては。でメッシュ素材なので夏でも涼しく着れるっていうのもいいかなと。で着ないときはこんな風にねくるくるくるってまとめるとちっちゃくなるので、これを今回ヨーロッパ旅の LCC 節約術ということで導入してみました。そんな感じです。あとはカバンに身につけてるもので言うと、これネックピローですね。これも散々紹介してきたこのカビューの、ネックピローです。もうこれをもう
ずっと使ってます。しばらくはこれ壊れるまではずっとこのネックピローを使う予定です。過去動画でも散々紹介してきましたし、機内レビュー動画にも登場してきて、YKK といえばこのネックピローというイメージがついているのではないでしょうか。はい、これもね、日本じゃあんまり手に入らないんで、こういうネックピロー、開発できたらいいなとは思ってます。検討中です。はい。あとこっちにぶら下がってるのはですね、ちっちゃい、クッションです。これはオーストラリアの空港で買ったんですけど、本当にちっちゃい膨らますタイプのクッションです。枕みたいなやつなんですけど、ちっちゃいけどあるとすごい便利ってので、これは基本最近カバンにずっとぶら下げてるかな。これがあると腰が楽だったり、ちょっとこう壁に頭乗せる時にちょっと枕代わりに使えたりとかするので、カバンにこうやってぶら下げておくだけだから場所も取らないってので結構重宝してます。こういうね小さい立役者がね結構活躍するんですよね。はい、そんな感じですかね。機内グッズ、これで一旦全部紹介したんじゃないでしょうか。結構パンパンです。これで多分7キロちょうどか8キロぐらいですね。服装ちょっと触れとくか。今回着てるのは下がユニクロのスウェット、上に羽織ってるのは実はワークマンです。これすごいんですよ。ユニクロにある日焼けパーカーに似てるんだけど、それのちょっと進化版みたいな感じ。これ何がすごいかっていうと、ほぼユニクロの日焼けパーカーと一緒なんだけど、フードがすごい。飛行機ってさ、寝る時にフード付きのパーカーとか着てるとすごいいいんですけど、見てすごくない？フードがねシールド付きなの。このシールド、フードにシールドがあるだけでなんかね、自分のプライベート空間を確保できてすごい落ち着くんですよ。でかつここのチャックがこう鼻まで隠してくれるんですよね。もちろんマスクつけるんだけど、その上にさらにこのパーカーのレイヤーを置くことで乾燥対策になる。私喉本当に弱いからクーラーの中で寝たら喉潰して声出なくなったりするんだけど、これはね口を完全に隠してくれるんですよ。これがすごいいいなと思ってちょっと見た目悪いけどワークマンで買ってみました。あとは着圧靴下ですね。これはね100均で買いました。100均の着圧靴下が結構優秀で男女兼用なんですけど、100円とは思えないクオリティで、さらに私は着圧ソックスの上からこたつソックスを履きます。本当にむくみと寒さ対策です。本当に寒いからね、機内。着圧ソックスでむくみを取り、さらにこのこたつで靴下を履いて足元を温めると。で肩は北海道を張って血流を良くして、たまにマッサージボールでこうやって体をほぐすっていうのをねやっていこうと思います。これちょっと今履くと暑いからこれもカバンに入れておきます。はい、そんな感じです。機内エッセンシャルでした。さあ頑張ろうか。ラッキーなことに3列シートゲットしました。今からまずはタイバンコクへ向かいます。フライト時間6時間半で、そこからバンコクから乗り継いでドイツのフランクフルトへ11時間半、乗り継ぎ時間が2時間なので合計20時間の大移動です。頑張ります。さあ離陸して30分ぐらいですかね、ご飯が提供されました。タイエアウェイズのご飯、チキンとポーク選べたんですけど、ポークはねカレーだということでチキンにしました。チキン南蛮みたいな感じですかね。サラダとデザートとパンって感じです。美味しそうだね。いきます。プルプルの照り焼きチキンにタルタルがかかってる、ほんとチキン南蛮みたいな感じで美味しいです。やっぱアジア系の航空会社はいいね。美味しい。いや3列独占できてマジ良かった。とりあえずね、ここから5時間ぐらいなんですけど、横になれるうちに横になって、次乗り換えした後は11時間のフライトで
ほぼ満席なので、次の乗り換え後は確実にゆっくりできないので、このバンコク行きの5時間で休息したいと思います。パパイヤケーキだ。おいしい。ただこれを手のひらでこうグリグリ、ここのツボにこうやって押し当ててグリグリするだけでもめっちゃ気持ちよくて、ずっとこうやって離陸中ずっとこうやってました。めっちゃ気持ちいい。これマッサージボール。あー、痛い痛い痛い。体がむくんでる。あとはこれを背中に入れてで肩甲骨のところグリグリしてます。あー、痛い痛い痛い。あー、痛い。気持ちいい。痛い。気持ちいい。めっちゃ効くわ。やばい、このボールめっちゃ効く。2つあるからね。これを背中に置いて、あ、やば、これ超気持ちいい。ずっとこうしとこう、とりあえず少しの間。あ、気持ちいい。いやー、マジでよかった。マジ3列使えたおかげでたっぷり横になれました。寝れてはないんだけど、意識はずっとあるんだけど寝れないんだけど、私飛行機では。でもだいぶ横になれるだけで快適でしたね。人間って横になって目つぶるだけで 70% 体力が回復するらしいんですけど、何時間ぐらい、4時間ぐらいだったと思うんです。横になったおかげで次の11時間のロングフライトに備えることができました。よかったです。着陸まであと1時間なんですけど、軽食が来ました。ソーセージクリーミーイタリアンソースのパンですかね。なんかピザパンみたいな感じ。あったかいからいいわ。あと1時間8分。さあ、ここからが本番や。今からバンコクからフランクフルト飛びます。11時間半。頑張ろう。68、めっちゃ後ろの方だ。エアウェイズはいいね、サービスが。すごい。この機体フットレストついてるじゃん。おー、いいね。いい機体でした。よかった。長いフライトを経て無事にドイツフランクフルト着きました。で、着いたらまずはね、eSIM をアクティベートしましょう。飛行機モード解除して設定のモバイル通信、まず主回線をオフにして、でさっき設定した eSIM、 ヨーロッパ用の eSIM をオンにしますと。これでしばらくしたらネットが開通します。はい、ということで無事にドイツフランクフルト着きました。長い旅路でした。とりあえず無事に着いたので、これから私のヨーロッパ1ヶ月10カ国の旅が始まります。まずはフランクフルトちょっと観光して、で明日からリバークルーズに乗ってドイツからオランダに向けて移動します。その後オランダのアムステルダムで船を下船した後はちょっとバルカン半島とか巡って、合計10カ国ぐらい回ろうかなと思います。今回の一番の目的はアルバニアに行ってハイキングに行くことです。それでは続けてお楽しみください。次回からヨーロッパ周遊の旅がシリーズで始まります。リバークルーズに乗ってドイツからオランダへ1週間の旅。オランダのアムステルダムではちょっとね、スリの被害が2件も発生してしまいました。その後一度ロンドンに経由して、そこから一気にバルカン半島周遊が始まります。今回は行ったことのない国が続々と続きますので、私にとっても学びあり刺激的な旅となりました。
合計11カ国ですね、旅が始まります。続けてご覧ください。